来ましたよ。ほら、言ったでしょ。このパワー感もたまらない。ライブ会場にいる時並みにテンションが上がっちゃいましたね。ボイストレーナーのつるさんです。皆さんいかがお過ごしでしょうか。今回の動画はですね、藤井風プレマミュージックアワーズジャパン2026、こちらのパフォーマンス映像を見ながら歌声分析をしていきたいと思います。つるさんのボーカルルーム。さあ今回藤井風さんがですね、2年連続でミュージックアワーズジャパンの最優秀アルバム賞に輝きました。藤井風さんおめでとうございます。そしてそこで披露されたプレマ、本当はリアクション動画にしようかと思ったんですけれども、きっと藤井さんのことだから歌声とか歌い回しとかすんごい変えてくるなと思って歌声分析動画にしました。そしたらね、案の定でしたよ。ものすごい歌声で、僕はもう過去一テンションが上がってるので、ぜひ動画の最後までお付き合いよろしくお願いします。そしてチャンネル登録、高評価、ハイプの方もよろしくお願いします。それでは早速、藤井風プレマ歌声分析 GO！ おえへへへ。なるほどね。またアレンジが違いますね。ほら、超かっこいいぞ。あ、いいね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 。藤井さん登場。今回は普通のサングラスでしたね。やっぱり藤井さんって毎回毎回アレンジを変えてきますよね。ってことは、歌のフレージングもだいぶ変えてくんじゃないかなって思うんですけど、どうだろう。なんか歌の安定感がさらにレベルアップしてないですか？ここに来てこの歌声やばいですよね。いつもよりも一つ一つの音をですね、長く伸ばしてるんですよね。レガートっていうテクニックなんですけど、4月に披露したコーチェラではどっちかっていうとビート感をですね、前面に押し出したようなかっこよさを表現していたんですけど、今回はですね、歌声の魅力を前面に押し出したような雰囲気を作り出してるかなっていうふうに思います。声も一段と太くなってるしね。もう一回聞いてみましょう。ほら。声の支えの位置がですね、いつもより低いんですね。ちょっとカメラ見切れちゃってますけど。藤井さんの声の音色作りって、声の太さだったりパワー感をコントロールする胸腔共鳴が中心なんですよ。で、その時の声の出し方としては、胸に声を集めるようなイメージっていうのかな。でも胸でもいろんなポイントあるじゃないですか。で、この集める位置がですね、低くなればなるほど声が太くなります。4月ぐらいまでの藤井さんの声を支える位置って、ね、僕の中のイメージこの辺だったんですよね。これがね、みぞおち付近まで、ちょっとね、こうやらないとカメラに入らないから、みぞおち付近まで下がってる感じがしますね。で、この声の支えの位置って下がれば下がるほど声質が太くなるし、歌声が安定してくるんですよね。ここに来て基礎レベルがめちゃくちゃ上がってます。もうリズムがめちゃくちゃ正確ですよね。フェイクの細かいフレージングにもかかわらず、一つ一つの音符がですね、正確すぎるほどしっかりとした位置に当てはまってるんですよね。今回はいつもよりも細かく、さらに専門的に歌声分析してきますからね。なんたってプレマの動画4本目ですから。もう一回聞いてみましょう。で、いつものプレマよりもテンポが若干遅いんですよね。だからこそ、いつも以上に正確なリズム感が要求されるんですよ。ちょっとでもリズムがずれると、一発で分かっちゃうんですよね。速いテンポの方がリズムのずれって気づかれにくいんですよ。いずれにしろこのフェイクめちゃくちゃ難しいですけどね。やっぱ細かいフェイクはいつもと違いますよね。自由に歌ってる感じがめちゃくちゃかっこいい。せーい。
ここのね、もうしゃくり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 みたいな、これめっちゃかっこいいですよね。しゃくりってこう、クイッと音をしゃくり上げるテクニックなんですけど、これがね、もうビブラートなんじゃないかっていうぐらい連続してしゃくられてるんですよね、音が。こういうのもですね、やっぱりリズム感がすごく要求されるテクニックで、しゃくりって疾走感を感じさせる類のテクニックなんですよね。スピード感を感じるっていうかね、同じか、意味。ただその分、楽曲のテンポよりちょっと速くなりがちなんですよね。これ音楽の専門用語では走るって言うんですけど、こういうところでも藤井さんのリズム感の素晴らしさがですね、伺えますよね。もう一回聞いてみましょう。Say yeah! ここのね、フォール。めちゃくちゃかっこいい。もうね、テクニックのオンパレード。やばいね。しゃくってしゃくってしゃくって最後フォールみたいな。フォールって音をこう投げ捨てるテクニックなんですよ。このね、ワイルドさがまたかっこいいですよね。あ、いい。うん。ラララー。この、僕ね、ちょっと下手くそですけど、この声がどんどんかすれてなくなっていくようなこの儚さね。この音はね、エッジボイスっていうテクニックです。喉の力がですね、極限まで抜けていないとこういう歌い方はできないかな。もう一回聞いてみましょう。ほら。ラーイみたいな。この一瞬途切れそうになる歌い方がですね、またかっこいいですよね。もう藤井さんのプレマってどんどん進化してますよね。これがね、すごい。しかもよく聞くと進化してんのかなじゃなくて、一瞬音聞いただけでやば、今回の方がやば、みたいな。一瞬で気づくぐらいの進化って、ものすごいレベルアップしてないと感じれないと思うんですよね。やっぱり4月のコーチェラを経て何か開いたのかもしんないですね。やっぱり最初に言った声の支えの位置めちゃくちゃ低いですよね。だからいつも以上にものすごく声太いじゃないですか。声質の年齢層が若干上がったっていうか、ダンディーな声っていうか、ラーララーみたいな、もっと低いよね。ラーララーこのぐらいかな。僕ね、多分ここまで太い声出ないですね。いやーすごい。もう一回聞いてみましょう。で、口をあまり開かないっていうところも、この声のポイントの一つかな。口を大きく開いてしまうと、言葉ははっきりと聞こえるんですけど、デメリットとしては声がちょっと痩せちゃうんですよね。細くなるっていうか。藤井さんそれを狙って口をあまり開いてないのかはわからないですけど、このかっこいい声を表現する最高の体の使い方をしてますよね。はいやばい。もうなんか、フレーズが難しすぎて理解不能になってきてますよね。で、ここで注目すべきは、フレージングも恐ろしいほど難しいんですけど、息継ぎなしでここ歌ってるってことなんですよ。ここまで長いフレーズを息継ぎなしで歌うと、後半とかは苦しくなって、あんな正確に歌えないんですよ。普通はね。でも藤井さんの肺活量と、あとこっちの方が多分メインだと思うんですけど、息の量のコントロール。あえて少ない息の量で歌っているような気がしますね。100% 息を吸って、10ずつ使い続けてここまでいくか。それとも30ずつ使い続けて最後は10になるかみたいな。結構最初にドンっていう風に息の量いっぱい使って後半息が持たないっていう方多いんですけど、藤井さんはですね、最初から息の量を多く出しすぎずに一定の息の量をキープして歌ってるんだと思います。もう一回聞いてみましょう。すごい。やっぱりそうですね。で、肺の中の空気の量が少なくなると同時にですね、鼻の方に送る声の量を増やして、声の張り感っていうのかな。
歌声のそのテンション的な部分を一定にキープしてるんですよね。ララ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 ラみたいな。だからそういう体の使い方がやばいですよね。今一応僕が歌って息は持ちましたけどってぐらいなんですよね。藤井さんほどあんなハイクオリティに歌いはしないですね。優しい。ここでまたちょっと鼻に送る声の量を増やしましたよね。一体何種類の声を持ってるんでしょうかね、藤井さん。もう一回聞いてみましょう。ラーラー。こういうふわっとした音色になってますよね。鼻に声を多く送ることによって自然と声に息の音が混ざるんですよ。これウィスパーボイスって言うんですけど、狙ってラーっていうのもウィスパーボイス。鼻に送る声の量を増やしてラー、これもウィスパーボイス。どっちの質感が好みかによって使い分けたりもするんですけど、藤井さんはあえてわざと息の量を増やすっていう感じじゃないですよね。なんか自然な感じがします。ウィー。でここでまたやりましたよ、藤井さんは。声変えましたよね。ジリジリっとした強めの音色を使ってますよね。ここはね、口の中の口腔共鳴メインなんですね。ラーみたいな、こういう言葉の輪郭がカクカクっていう風になんかこう角がついたような声質に変わったと思います。もう一回聞いてみましょう。ほら、やばいね。なんでこんなに自由に歌えるんだろう。まさに自由の風ですよね。いいこと言った今僕。あらららららら。笑顔が素敵でしたね。思わずあらあらなんて言っちゃいましたけど、僕も。やっぱりこの息継ぎなしの長いフレーズは一定の声のトーン、これを意識して歌ってんじゃないかなって思います。やっぱりさっき言ったことは正解かなっていうふうに思いました。あはははははって笑ってましたね。こういう奇抜なところも藤井さんの魅力ですよね。行動一つとっても次何してくれるんだろうっていうふうにね、気になっちゃうっていうか。でいつもだったらここのポイントはスタッカートでリズムのアタック感をですねガンガン出してるポイントなんですけど、やっぱりレガートですよね。ここももう一回聞いてみましょう。ほら、ラーラーラーみたいな感じで、子音をちょっと強めに出すことによって最低限のアクセントは作っているんですけど、いつもあったらラーラーラーラッタッタララみたいな感じで歌ってるじゃないですか。今回はラーラーラー、こんな感じですよね。でもこういう優しい表現が来るとサビはものすごく強い表現にしてくれるんじゃないかなっていうふうにね、僕はね予想するんですよ。この音の優しいところと力強いところの差を激しく作るっていう表現なんじゃないかな今回。どうだろう、外れてたらものすごく恥ずかしいですけどね。あー、これね可愛いですね。でこの辺から強くなってくると思うんですよね。行ってみましょう。ほらね。でも思ったほど強くは来なかったな。子音はでもめちゃくちゃ強いですけどね。もう一回聞いてみましょうか。ほらほらほらね。タラタタタぐらい強いですよね。やっぱサビ前のここね、僕ねすごい好きなんですよね。このリズム的なアタック感がねものすごくかっこいいなっていうふうに思うんですよ。
あれ思ったほど力強い感じにならなかったですね。でも言い訳みたいに聞こえちゃうかもしれないですけど、最後の転調したサビまで最高の力強さを取ってるのかもしれないですよね。なんかいつも以上にサビはさらっと歌ってる気がする。こうクールなかっこよさっていうかね。このバージョンもかっこいいですけどね。で、今のところはですね、喉の空間をこういう喉を開いた歌声をですね、ちょっと使ってました。クラシックっぽい発声法ですね。もう一回聞いてみましょう。ほら、後半。ラララララみたいな。この声もかっこいいですよね。かっこいいですね。歌はもちろんなんですけど、ルックスね。ルックスめっちゃかっこいい。貴族感ありますよね。講釈みたいな。藤井風講釈みたいな。こっから上の映像ですけど、実は右手にはこうグラスに入ったワイン持ってますよっていうのがすごく似合うこのかっこよさ。わかります皆さん。やっぱ金髪ロン毛似合いますよね。僕も金髪ロン毛にしようかな。あと3ヶ月ぐらいあれば同じくらいの長さになるかもしれない。かっこいいね。やっぱプレマはいつ聴いてもかっこいいですよね。でも練習しても歌える気がしないぐらいの難易度なんですけど、このフェイクがまず難しいですよね。フェイクっていうかこのメロディーの崩し方っていうかね。でも頑張ってみようかな、プレマ。この間ライブ配信でいつかラブライクディスの歌ってみた動画公開したいっていう風に言ったんですけど、プレマも頑張ってみようかな。聞いてみたい方はコメントで教えてください。これかっこいいですよね。僕も現役だったら多分ね、速攻真似してると思う。歌い終わって感想とかではっとか絶対真似してる。それぐらい憧れちゃうこのかっこよさ。聞いた？今のフェイク聞いた？もう音域をこう上から下まで行ったり来たり、今はね低音部分がメインでしたけど、藤井さんの頭の中どうなってるんでしょうかね。でもやっぱりこう感覚で歌ってんのかな。こういうフェイクを歌うためにはまず頭の中にですね、また専門的な話ですけど、コード進行って言われる音の流れのベースとなるイメージがですね、ないとフェイクってできないんですよ。わかりやすく言うと、アドリブで作曲をする、あるいはアドリブで違うメロディーを作り出すっていう作業なんですよね、フェイクって。だからこういう風にジャーンジャーンジャーンみたいな感じで伴奏が流れてるところで自分のメロディー、例えばどの位置から始めよう、どの音から始めようって言った方がいいかな。どの音から始めようっていうところから始まって、こういう階段みたいなイメージでここの音を目指します。で次ここの音を目指すから、例えばただ単純に下るのか、それとも一回上がって下るのか、それとも通り過ぎて上がって目的の音までたどり着くのか、こういうのを瞬時にやるんですよ。こう考えると藤井さんが毎回違うフェイクを歌ってることのものすごさが伝わると思うんですよね。音感、作曲知識、歌のテクニック、この3つがないとこういう歌って歌えないです。だから僕がいつもものすごい気が狂ったようにテンションが上がってるのはそういうことですよ。この動画を見てくださった方はさらに藤井さんの歌声の凄さが分かりましたね。このハイトーンやばいね。でこの1個前に聞いたところがものすごい低い音だったのに、今喋れた低い音だったのにグイーンってものすごいハイトーンに行ったじゃないですか。この発想力がすごいですよね。やっぱりフェイクやってると僕の場合とか、大体の人がそうだと思うんですけど、やっぱり音が外れる可能性もあるわけですよ。さっき言った目的のこの位置に対して行き過ぎちゃったとか下がりすぎちゃったとか、そういうのが怖いから、やっぱりね同じ音域でフレーズをこうねまとめるっていうのが一番安牌なんですよね。ただ藤井さんは
そんなの知らねえぜみたいな、ウィンウィンウィンみたいな、この音の動き、ひどいね。天才だね、やっぱりね。ね。もうね、言葉がなくなってくる。あんなに力強くて高い音を出したのに、また低くて柔らかい音。一個前の歌。あれは一体どこに行ったんだっていうぐらい変化自在に歌ってますよね。いや、こういう歌を歌ってくれるからこそ僕の中で神なんですよね。もう憧れるところしかない。かっこいい。もう一瞬ジャズアレンジになりましたよね、バックのサウンドがね。すんごいおしゃれ。もう一回聴いてみましょう。ほら、かっこいいな、このアレンジ。こういうジャズアレンジにしたいからブラス隊の人たちにもお願いしたのかな。ジャズプレマ、最高ですね。かっこいい。もう元のメロディーがないですよね。全然違うメロディーなんですけど、これはこれでまたね、めちゃくちゃかっこいいですよね。で、この辺の歌声はですね、ミックスボイスっていう地声と裏声の中間のすごいね、声のバランスを取るのが難しい声使ってるんですよね。もう一回聞いてみましょう。ララ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 、ここのメロディーの流れ一番好きですね。僕めちゃくちゃかっこいい。これよくアドリブでこんなかっこいいメロディー出てきますよね。やばい。もう全然違うメロディーですもんね。てかね、藤井さんは多分このステージをものすごく楽しんで歌ってるんですよね。だからいつも以上にメロディーを崩して歌ってると思うんですよ。じゃなかったらここまでメロディー崩さないんじゃないかな。僕はね、こういうのがものすごく好きだから超嬉しいですけど。で、曲の雰囲気に歌声をここでは合わせたような明るい音色を使ってますよね。で、ここで藤井さんはですね、こう口角を上げて歌ってるんですよ。笑顔で歌ってるっていうか、この笑顔の音色がですね、歌声に乗っていてものすごく爽やかな声質になってますよね。もう一回聞いてみましょう。ほらほら、いい。いい。2番の A メロぐらいまではものすごくこう凛としたかっこいい歌声をメインで使っていたと思うんですけど、ここに来て笑顔っていうなんか無表情な異性が急に笑ったらすごく可愛く見えるみたいな瞬間ないですか？なんかそういったポイントかなって思います。ツンデレ的な表現としてはちょっと間違ってるかもしれないですけど、これ伝わればいいな。無表情だ、こうなんかスンってしたのに急にこうニコって笑ってくれた瞬間、キュンってならないですか？そういう胸キュンポイントかなって思います。2番になってここのポイント、ものすごくリズムのアタック感を強調したような歌い方に変わってますよね。原曲に近いような表現というか、もう一回聞いてみましょうか。ほらほらほら、タタタみたいな感じですごく強い感じになってますよね。来たか？盛り上がり来たかな？僕は今か今かと待ってるんですよね。パワー感のあふれる力強い藤井さんの声僕大好きなので、来たらいいなーってね、ワクワクしてます。で、ちょっとトーンダウンしたような感じですよね。で、この後ピアノソロがあるから、そこにうまく流れをつなげるためのこういう表現なのかな。なんか歌声分析っていうよりもリアクション寄りの動画になってますけど、ごめんなさい。普通に楽しんじゃってる今回。いやー嬉しいね。かっこいいな。やっぱブラス隊かっこいいですよね。
ジャズの要素もあり、ファンクの要素もあり、もういろんなジャンルが一つにまとまったようなアレンジになってますね、今回のプレマ。かっこいい。あ、来た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 。ここね、見どころですよね。超好きなポイント。ほら、超かっこいいでしょ。そう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 。ここ、テラリラリラリラ。待っちゃいますよね。かっこいいな。何回見てもかっこいい。今思ったんですけど、高音域も以前よりもこうなんか研ぎ澄まされた感じになってますよね。必要最低限の力しか使ってないっていうか。先ほどミックスボイスの説明をしたと思うんですけど、そのミックスボイスのコントロール力がめちゃくちゃ上がってるんじゃないかなっていうふうに推測します。地声だとこの音域どうしてもやっぱりね、パワーが乗っちゃうんですよね。でもここはですね、高い音域にもかかわらず強すぎない歌声、儚い雰囲気というかね、これ表現するためにはミックスボイスじゃないと難しいかなって思うんですけど、もう一回聞いてみましょうか。ほら、すごく上品な感じっていうかね。以前番組でね、長野のボイストレーナーの方に歌を習いに行ってるって言ってたんですけど、その努力の成果が現れてんのかな。いや、ここまで来てまだ上を目指すかっていうふうにも思っちゃいますよね。でもそこがね、やっぱり嬉しいですよね。さらにいいものを、さらにいいものをっていうふうにファンのみんなに届けようとしてくれてるっていうね、この気持ちがね、最高に嬉しいですよね。フラッションのところ、ここめっちゃおしゃれですよね。ファンクとかフュージョン的な音の使い方かなっていうふうに思います。超好き、こういうの。ほら、今聞いた？レーっていうこのゆったりとしたレガート。同じレガートでもいろんなパターンを使ってますよね。ここもギリギリまで目的の音までいかないんですよ。このもったいぶってる感じがですね、ゾクゾクしてしまいます、僕は。もう一回聞いてみましょう。ほら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 。わかります？この気持ち。その目的の音に到達するまでは不協和音っていう音が並びます。聞いていてすごいスリリングな音。僕がさっき言ったこうゾクゾクするような音。それが目的の音にポンって到達した瞬間に一気に安心って気持ちに変わるんですよね。この安心した瞬間がたまらないです。この不協和音と協和音をですね、うまく使ったフレーズ作りが藤井さんの魅力の一つかなって思います。協和音って不協和音とは逆の音です。聞いていてさっき言った安心する音ですね。やっぱりジャズとか R&B とかに精通していないとこのフレーズ作りは無理ですね。すごく高度なメロディーの作り方です。来ましたよ。ほら、言ったでしょ？このパワー感もたまらない。ライブ会場にいる時並みにテンションが上がっちゃいましたね。ごめんなさい。いやー、これを待っていたんですよ。サビ頭からちょっと聞きますね。かっこいい。やばくないですか？めちゃくちゃかっこいいですよね。で、ここでは先ほど言ったミックスボイスを使っているんですけど、胸腔共鳴の音色がすごく強いので、高い音域にもかかわらず太い声質をキープしてるんですよ。なおかつ、胸腔共鳴のパワー的な部分もですね、うまく表現している最高の声ですよ。ドヤみたいな。なんで僕がドヤ顔するんだって話ですけど。かっこいいですね。やばい、この声。フェイクもやばいですけど、まず声単体がすごいですよね。体の底からこうひねり出したかのような感情が乗った歌声っていうかね、もうゴスペルですよね、ここの声は。いろんなジャンルの音楽を知ってるからこそこの表現ができるってところもありますよね。
藤井さんの音楽知識がですね、歌声から感じ取れるというか。かっこよすぎてため息が出る。いやー、まさに日本のトップですね、藤井さんは。さすが世界の風ですよ。もう誇らしい。藤井さんの歌声分析ができて。ここのリズムの崩し方も最高にかっこいいじゃないですか。あえてリズムを遅らせてるポイントです、ここは。もう一回聞いてみましょう。ね。ここまでリズムを遅らせて歌うと、歌ってる本人としては普通だったらね、あれ自分今どの位置にいるんだろうみたいに、自分が歌ってる場所が分からなくなってしまうっていう現象に陥ってもおかしくないんですけど、藤井さんはね、リズムの迷子にならないんですよね。だから次のフレーズからはちゃんとしたリズムにポンって入ってくるんですよ。まだ聞いてないけど絶対そうすると思う。ほらね、だから歌のリズムがこうね、どんどん遅れていって、あれ藤井さんどのリズムの位置で歌ってるんだろうっていう風に聞いてる側が思ったとしても、藤井さんは自分がいる位置っていうのを完璧に把握してるから、次のフレーズの一発目をボンって出せるんですよね。僕は無理です本当に無理。もう断言する。こんな難しい歌い方できないっていうレベルの歌を藤井さんは歌ってますよ。あ、ピアノソロね。いいよね。聞きどころが2つあるっていうのもすごいですよね。ピアノも超絶テクニックだし、歌も超絶テクニックだし、天は二物を与えるんですね。やばい。やばいな。やばいよね。絶対声パワーアップしてるって、これは。もう勢いが全然違いますもんね。はあ、どんな練習してるのか気になる。僕もそれやってみたいですね。長野に行けばいいのかな。そのボイストレーナーの方にアポを取ればいいのかな。なんていう名前のね、先生なのかわからないから難しいですけど、AI で調べれば出てくるかな。もうなんかね、それぐらい気になる。あ、いい。激しいジャムセッションから藤井さんのピアノソロになる瞬間、この瞬間ものすごく儚いですね。その雰囲気がかっこいい。ジャムセッションってアドリブで全パートフレーズでこう戦い合うみたいな、そんなシーンです。結構ね、バンド系だと遊びでよくやったりするんですよね。こんな大舞台でアドリブ対決やるっていうのもすごい度胸ですけどね。かっこいい。ゴーンって。めっちゃかっこいい終わり方でしたね。いやー、今回も最高でした。以上、藤井風プレマミュージックアワーズジャパン2026歌声分析はここで終了です。いやー、もう本当にすごすぎましたね。披露すればするほどパワーアップする藤井さんのプレマ。どこまでかっこよくなるんでしょうか。で、その度に歌い方だったり、歌声、そしてフレーズ、全部変えてくるじゃないですか。しかもかっこいい風にね、もう目が離せないですよね。僕も今回はですね、過去一テンションが上がった動画になってるかもしれない。てか間違いなく過去一テンション上がってる動画です。いや、こんなに撮影で自分の気持ちをですね、表に出せる瞬間が来るなんて思っていなかったので、藤井さんに感謝ですね。そして次の藤井さんの歌声分析動画はですね、まだタイニーデスクコンサートの楽曲で歌声分析できていなかった曲があるので、そちらをですね、動画公開していこうと思いますので、ぜひ動画が公開されたら見てみてください。これからも藤井風全力で追っていきたいと思います。それでは今回の動画はここで終わりです。
動画の内容を気に入ってくださった方はチャンネル登録、高評価、ハイプの方をよろしくお願いします。ではでは、ボイストレーナーのつるさんでした。